解説。眉間のシワにしびれた。ニヒルの代名詞、天地茂のハードボイルドすぎる傑作ドラマ&映画ベスト10。ねえマリサ、最近なんだか渋い男が足りない気がするのよね。黙っていても絵になる。画面に登場するだけで空気を変えるような俳優さんっていないのかしら？それならうってつけの人物がいるぜ。昭和の映像界に強烈な影を落とした名優、天地茂だ。ニヒルで孤独な役柄が誰よりも似合った。まさにハードボイルドを体現した男だぜ。天地茂。名前は聞いたことあるけど、どんな人なの？やっぱりすごく怖そうなイメージがあるけど。確かにこわもてだが、ただ怖いだけじゃないんだ。トレードマークの眉間の深いシワ。そこに漂うのは、孤独を背負った男だけが持つ哀愁と、ふとした瞬間に見せる知性だ。悪役から刑事、名探偵まで、彼が演じると全てが天地茂流の美学に変わるんだ。へえ、眉間のシワに哀愁か。なんだかすごく惹かれるわね。その人がどんな作品に出ていたのか知りたいわ。任せておけ。今回は、天地茂が演じた数ある役柄の中から、特にハードボイルドで渋すぎる傑作を、映画とドラマを合わせてランキング形式で紹介するぜ。第10位から順に見ていこう。第10位、オウセン地帯。映画、1960年。ねえマリサ、さっきニヒルって言ってたけど、天地茂さんって最初からあんなに渋くてかっこいい役ばかり演じてたの？いい質問だぜ。実は若い頃は浸透法で、かなり尖った役をやってたんだ。第10位は、そんな彼のアウトローな魅力が爆発した1960年の映画、オウセン地帯、イエローラインだ。イエローライン。なんだか危険な香りがするタイトルね。どんなお話なの？天地茂が演じるのは、諸木という凄腕の殺し屋だ。組織に裏切られ警察に通報された彼は、逃亡するためにダンサーのエミを人質にとって、神戸にあるカスバっていう無法地帯へ向かう。という逃亡劇だぜ。殺し屋で、しかも女性を人質にするなんて、完全に悪役じゃない。今のダンディなイメージとはちょっと違う気がするわ。そこがポイントだ。確かに犯罪者だが、彼が演じるとただの悪党には見えない。人質にした美女のエミに対し、脅しはするが決して指一本触れないんだ。この、禁欲的でストイックな姿勢こそ、後の明智小五郎や相田刑事にも通じる天地茂イズムの原点なんだぜ。なるほどね。悪役なのにどこか紳士的というか、孤独な影がある感じなのね。それが、ニヒルってことか。ああ、特に、組織に裏切られた時の、怒りと悲しみが入り混じった表情は圧巻だ。あのトレードマークの眉間のシワが、この頃から強烈な哀愁を放っている。舞台となる神戸のカスバも無国籍な雰囲気で、そこでトレンチコートを着て佇む姿は、和製ハードボイルドそのものだぜ。へえ、映像が目に浮かぶようだわ。その独特な雰囲気と天地さんの演技は、今見てもきっと痺れちゃうんでしょうね。組織に裏切られ、破滅へ突き進む諸木の姿は、見る人の心を掴んで離さないぜ。天地茂の伝説は、ここから始まったと言っても過言じゃない一作なのぜ。第9位、女吸血鬼。映画、1959年。第9位は、1959年公開の新東宝映画、女吸血鬼だぜ。これは天地茂が、日本映画史に残るある初めてを成し遂げた記念すべき作品なんだ。へえ、女吸血鬼か。タイトルからすると、恐ろしい女性の怪物が人間を襲うって感じね。でも、天地さんが初めてってどういうこと？実はこの映画、日本で初めて作られた本格的な吸血鬼映画と言われているんだ。つまり天地茂は、歴史上初の日本人吸血鬼俳優ってことになるんだぜ。この新東宝のカルト的映画制作スタイルと、天地茂のシャープな存在感が組み合わさることで、後の1950年代末から60年代初頭にかけての、彼の人気の基盤が築かれたと言えるんだ。日本初。すごいわね。でも待って、タイトルが女吸血鬼ってことは、まさか天地さんが女装して演じたってこと？そこが最大の突っ込みどころだ。タイトルは女吸血鬼なのに、
実際に吸血鬼として暴れ回るのは男の天地茂だけで、女性の吸血鬼は出てこないんだぜ。完全にタイトル詐欺じゃない。でも、天地さんの吸血鬼って想像つかないわ。ドラキュラみたいな格好なの？ああ。黒いマントにサングラスで登場するんだ。彼がやると不思議とニヒルで様になる。設定も独特で、天草四郎の維持勝姫に憧れ、不死の吸血鬼と化して数百年も生きている家臣という役だ。月の光を見ると怪物に変身してしまう悲しい宿命を背負っているんだ。サングラスにマント姿の天草四郎の家臣。要素が多いね。でも、悲壮感があってかっこよさそうだわ。その通りだ。単なる怪物映画になりそうな設定だが、天地茂が演じるとそこに深い哀愁が生まれるんだ。怪物としての恐ろしさと、滅びゆく者の悲しみを同時に表現できる。この独特の存在感こそが、彼が神道法のエースとして君臨し、カルト的な人気を誇るようになった大きな理由の一つなんだぜ。第8位、眠り京四郎ブライケン。映画、1966年。第8位は、1966年公開の映画、眠り京四郎ブライケンだぜ。これは昭和映画ファンにとって、夢のような頂上決戦が実現した作品なんだ。頂上決戦？誰と誰が戦うの？大英の看板スター市川雷蔵と、我らが天地茂だ。昭和の二大ニヒル俳優が、スクリーンで火花を散らしたんだぜ。うわぁ、雷蔵と天地茂。どっちも影があってかっこいいけど、画面の圧がすごそうね。天地さんはどんな役で挑んだの？天地が演じたのは、アイゼンというテロリスト集団の首領だ。映像の演出も凝っていて、主人公の京四郎は黒い着物、対するアイゼンは全身白装束。まさに黒の雷蔵対白の天地という美しいコントラストが描かれているんだ。白い天地茂。想像しただけでゾクッとするわ。でも、雷蔵さんの眠り京四郎って無敵じゃない？いくら天地さんでも勝つのは難しいんじゃ。そこがこの映画の衝撃的なところだ。なんとアイゼンは、京四郎だけの必殺技であるはずの円月殺法を使うんだ。自分と同じ構え、同じ拳法を使う影のような強敵に、京四郎も最大の危機を迎えることになる。主人公と同じ技を。それは燃える展開ね。クライマックスは屋根の上での決闘だ。屋根の上で二つの円月殺法が交錯するシーンは圧巻だぜ。だが、天地茂の真骨頂は切られた後にある。切られた後？何か呪いの言葉でも吐くの？いや、言葉じゃない。彼が倒れると、懐からポロリと竹細工のおもちゃが滑り落ちるんだ。実は彼、江戸を火の海にする非常な計画を進める一方で、近所の少女にお土産を買ってやる約束をしていたんだ。うわぁ。何それ、切なすぎるよ。極悪人なのに、子供への優しさは本物だったってこと？そうなんだ。そのおもちゃがカランカランと河原を滑り落ちていくカットが、アイゼンという男の孤独と悲しみを痛烈に物語っている。ただ憎らしいだけじゃ終わらせない、天地茂の悪の美学が炸裂した名シーンだぜ。第7位、雲霧仁左衛門。ドラマ、1979年。第7位は、1979年放送の時代劇、雲霧仁左衛門だぜ。天地茂といえば刑事役のイメージが強いが、この作品では麻薬の追われる側、つまり天下の大盗賊を演じているんだ。天地さんが泥棒の親分？なんだか意外ね。でも、彼が演じるなら、ただ金品を奪うだけの悪党じゃなさそうだけど。その通りだぜ。彼が演じた雲霧仁左衛門は、犯さず、殺さず、貧しき者からは奪わずという厳しい掟を掲げる、盗賊団のカリスマ的リーダーなんだ。120人もの部下を統率するその姿は、冷徹でありながら、組織のトップだけが抱える深い孤独を感じさせる。まさに静かなる威圧感をまとう天地茂にしかできない役だったんだ。なるほどね。無法者たちを束ねる孤独なリーダーか。あの眉間のシワが、組織を守るための苦悩を物語っていそうで、想像するだけでゾクゾクしちゃうわ。このドラマの最大の見どころは、宿敵である火付盗賊改め片安部式部を演じた田村隆弘との、
行き詰まるような知能戦だ。そして何より、伝説として語り継がれているのが最終回、大波乱処刑の日のラストシーンだぜ。最終回？一体どんなシーンだったの？雲霧の身代わりとなって捕まった実の兄が、処刑される場面だ。遠くからその最後を見届ける雲霧の表情が、凄まじいんだよ。彼は一言も発しない。ただじっと見つめているだけなんだが、その眉間のシワと目の演技だけで、団長の思いと溢れ出る悲しみを完璧に表現してみせたんだ。セリフなしで悲しみを伝えるなんて、きっと、言葉にするよりもずっと切なくて、見ている人の胸を締め付けるようなシーンだったんでしょうね。ああ、悪党であるはずの男が、誰よりも気高く、そして悲しく見える。セリフがなくとも感情を伝える。天地茂という役者の顔の演技の真骨頂が、この作品には詰まっているんだぜ。第6位、黒線地帯。映画、1960年。第6位は、1960年公開の映画、黒線地帯、ブラックラインだぜ。新東宝時代の天地茂主演作の中でも、特に映像がモダンでかっこいい。和製フィルムノワールの金字塔と言われる傑作なんだ。フィルムノワールって、フランス語で暗黒映画のことよね。また悪役なの？でも、黒い線ってタイトルがいかにも怪しげだわ。いや、今回は悪役じゃないぜ。天地茂が演じるのはトップ屋と呼ばれた敏腕の事件記者町田だ。売春組織黒線を取材中に罠にはめられて、殺人犯の濡れ衣を着せられちまうんだ。警察に追われながら、自らの手で真犯人を暴くために夜の街へ潜入する、スリル満点の物語だぜ。警察に追われる記者か。孤独な戦いね。でも、さっきの殺し屋とは違って、今回は正義のために戦うヒーローなのね。そうなんだ。この時の天地茂のスタイルが最高に活かしてるんだぜ。トレンチコートに、頭にはハンチング帽をかぶっているんだ。後の明智小五郎のソフトボーとは一味違う。若々しくて行動的な事件記者のスタイルを完璧に確立しているんだ。ハンチング帽、確かに新聞記者って感じがして素敵ね。トレンチコートの襟を立てて、タバコをくゆらせながら夜霧に消えていく。なんてシーンが目に浮かぶわ。その通りだ。石井照夫監督による演出も冴え渡っていて、前編に流れるジャズが、乾いたハードボイルドの世界観を盛り上げている。天地茂のニヒルな魅力と、スタイリッシュな映像美が融合した、昭和映画ファンなら絶対に見逃せない一作だぜ。第5位、江戸の牙、ドラマ、1979年。第5位は、1979年放送の江戸の牙だ。これはただの時代劇じゃないぜ。まさに時代劇版ハードボイルド刑事ドラマと呼ぶにふさわしい、男の哀愁が漂う傑作なんだ。時代劇なのに刑事ドラマっぽいの？タイトルも、牙なんて、鋭くて強そうなイメージね。ああ。天地茂が演じるのは、剣清志郎という男だ。表向きは川の清掃や土木工事を行う本所方の役人で、周囲からはドブさらいなんて呼ばれて蔑まれているんだ。あの天地さんが、ドブさらい。また随分とひどい扱いね。でも、もちろん裏の顔があるんでしょ？その通りだぜ。彼らの正体は、大目付朝比奈軍兵直属の特命捜査班、通称、江戸の牙だ。法では裁けない巨悪を、闇に紛れて即座に処刑する秘密組織なんだ。やっぱり、昼間は泥まみれで働いて、夜は正義の処刑人になるなんて、ギャップが最高にかっこいいわね。しかも、そのチームメンバーがすごいんだ。リーダーの天地茂を筆頭に、豪快な剣を使う大隈伝十郎役には、あの若林豪だ。この二人が並んだ時の画面の濃さと男臭さは半端じゃないぜ。うわぁ、天地茂に若林豪、眉間のシワと彫りの深さの共演ね。これはもう、画面からダンディズムが溢れ出しそうだわ。まさに昭和のハードボイルドね。さらに、コミカルな演技で知られる坂上二郎や藤村俊二もメンバーに加わっていて、個性的なチームワークが光っていたんだ。普段はひょうひょうとしている彼らが、悪を前にした瞬間に見せる殺気。特に天地茂が、冷徹な眼差しで悪党を切り捨てる瞬間の眉間のシワは、必殺シリーズとはまた違った、
重厚なカタルシスを与えてくれるんだぜ。第4位、東海道四谷怪談。映画、1959年。第4位は、1959年公開の東海道四谷怪談だぜ。これは中川信夫監督による日本怪談映画の最高傑作と言われていて、天地茂の演技が神かかっていた伝説の作品なんだ。四谷怪談って、お岩さんの話よね。天地さんはお岩さんを裏切る民谷伊右衛門役ってことかしら？その通りだ。出世欲に目がくらんで妻を毒殺する、とんでもない悪党だ。でも、天地茂が演じる伊右衛門は、ただ憎たらしいだけの男じゃないんだぜ。彼が演じると、自分の弱さや欲望に振り回される人間臭い男としての悲哀が滲み出るんだ。奥さんを殺したのに悲哀？どういうこと？彼は罪の意識に苛まれて、次第にお岩の幻覚に怯えるようになるんだ。精神が崩壊していく姿がリアルすぎて、見ているこっちまで息苦しくなるほどだぜ。眉間のシワに油汗を浮かべて震える演技は、恐怖だけじゃなく、人間の業の深さを強烈に感じさせるんだ。なるほどね。単なる悪役じゃなくて、追い詰められていく人間の弱さまで表現していたのね。それが、色悪としての魅力になったのかしら。まさにその、哀れさと色気が、ある天才の心を射抜いたんだ。作家の三島由紀夫だぜ。三島はこの映画を見て、近代味を漂わせた見事な伊右衛門だと絶賛したんだ。三島由紀夫が、すごい評価じゃない。ああ。そして三島は、自分が演出する舞台、黒と影の主役明智小五郎役に、天地茂を大抜擢したんだ。つまり、この映画での名演がなければ、後の当たり役である江戸川乱歩の美女シリーズの明智小五郎は生まれていなかったかもしれない。彼の運命を決定づけた、俳優人生最大のターニングポイントと言える作品なんだぜ。第3位、佐藤一物語。映画、1962年。いよいよ第3位だぜ。1962年公開の記念すべきシリーズ第1作、佐藤一物語だ。ここで天地茂が演じた平手美紀という浪人は、勝新太郎演じる佐藤一と互角に渡り合った、映画史に残る名キャラクターなんだ。佐藤一って、勝新太郎さんの代表作よね。天地さんは敵役なの？それとも味方？そこがこの物語の切ないところだ。二人は敵対するヤクザの用心棒同士なんだが、個人的には互いの腕を認め合い、酒を酌み交わすほどの友情を感じていたんだ。だが、組織の構想は二人を戦わせずには置かない。病に侵され死に場所を探していた平手と、彼を切りたくないし、その二人が河原で対峙するラストシーンは、映画史に残る名場面だぜ。友情があるのに切り合わなきゃいけないなんて、きっと、すごく激しい切り合いになるんでしょうね。いや、逆だ。二人の会話はあまりにも静かで、だからこそ泣けるんだ。実際のセリフを聞いてくれ。平手、お前に恨みはないが、切らねばならん。1、金ですか。平手、50両。どうしてもいる。1、50両。なんとか抜かずに済む方法はありませんかね。平手、ない。ないの一言が重すぎるわ。もう戦うしか道はないのね。ああ。そして会話はこう続くんだ。1、どうしても、じゃあ、足の方が切るかもわかりませんよ。平手、同じ金のためでも、今夜は気持ちよく刀が抜けそうだ。そして最後に、平手が静かにこう言うんだ。行くか。行くか。たった一言だけど、相手への信頼と、自分の死への覚悟が全部詰まっているわね。鳥肌が立っちゃった。これこそ、男と男の美学だわ。そうだろ？泥臭い決闘じゃなく、互いの魂が触れ合うような一瞬の交錯。この天地茂の静寂の演技があったからこそ、佐藤一は伝説のシリーズになったと言われているんだぜ。第2位、江戸川乱歩の美女シリーズ、ドラマ、1977年、1985年。第2位は、1977年から足掛け9年、1985年まで土曜ワイド劇場で放送された江戸川乱歩の美女シリーズだ。これはもう説明不要、昭和のお茶の間を釘付けにした、天地茂の代名詞とも言える伝説のシリーズだぜ。
出たわね。土曜ワイド劇場といえばこの作品よ。美女シリーズってタイトルだけで、なんだか怪しげでドキドキしちゃうわ。天地さんはもちろん、明智小五郎役よね。ああ。ソフト帽に三つ揃えのスーツ。あのニヒルなスタイルは、原作ファンからも、最も明智小五郎らしいと絶賛されたんだ。物語は猟奇的な殺人や怪人二十面相との対決を描いているんだが、そこには必ず魅惑的な美女が絡んでくる。怪奇とエロスが入り混じったあの大人の世界観は、当時の子供たちにとっては刺激が強すぎるほどだったんだぜ。そうそう、ちょっと見ちゃいけないものを見てる感じで怖かったわ。でも、最後には必ずスカッとするシーンがあるのよね。待ってました。お約束の変装解除のシーンだな。クライマックスで、それまで画面にいた怪しい老人や猫背の男が、突然顔のラバーマスクをバリバリと剥ぎ取るんだ。すると下から、あの涼しげな天地茂の素顔が現れる。あの一瞬が最高に気持ちいいのよ。待ってました。ってテレビの前で叫びたくなっちゃう。その素顔が現れた瞬間、犯人たちは、明智。と戦慄し、腰を抜かす。そこでタイミングよく、おなじみのテーマ曲がジャジャーンと流れるんだ。言葉で語らずとも、その姿だけで場を制圧する圧倒的な様式美。これこそが、天地茂流のダンディズムなんだぜ。あの音楽と、鋭い眼光だけで犯人を追い詰める姿。本当に渋いわ。まさに専業役者ね。そしてラストシーン、犯人である美女の悲しみに寄り添うような、あの優しい眼差しも印象的だ。単なる謎解きだけじゃなく、人間の業や悲しみまで包み込むような余韻。天地茂は1931年7月27日生まれ、1985年7月27日に54歳で亡くなった。その亡くなる直前まで演じ続け、まさに命を削って作り上げた傑作シリーズだぜ。第1位、非常のライセンス、ドラマ、1973年、1980年。栄光の第1位は、1973年から足掛け8年にわたって放送された刑事ドラマの金字塔。非常のライセンスだぜ。これは単なるヒット作じゃない。天地茂という男の美学、虚無、優しさの全てが凝縮された。彼の俳優人生そのものと言える伝説の作品なんだ。非常のライセンス。タイトルからして、ただならぬ凄みを感じるわ。一体どんな刑事ドラマだったの？舞台は、警視庁特捜部。通常の法律や捜査では逮捕できない凶悪犯や巨大組織を、毒をもって毒を制すやり方で壊滅させる、影のセクションだ。天地茂が演じた主人公相田健は、戦争の残酷な記憶を引きずりながら、法の外側で悪を狩る、孤高の刑事なんだぜ。戦争の影を引きずる、法の外の刑事。だから、非常なのね。でも、そんな危険な生き方、普通の人には耐えられないわ。まるで、背中に哀愁が漂っているようだわ。だからこそ、あの主題歌が視聴者の魂を揺さぶったんだ。天地茂自身が歌った名曲、昭和ブルースだぜ。生まれた時が悪いのかそれとも俺が悪いのか。この低く渋い歌声が流れる中、コンクリートジャングルを一人歩く彼の姿は、高度経済成長の陰で置き去りにされた人々のレクイエムのように響いたんだ。生まれた時が悪いのか、その歌詞だけで泣けてくるわ。悪を倒しているはずなのに、ちっとも誇らしげじゃない。そこにどうしようもない哀愁を感じるのね。その通りだ。相田刑事は、犯人には非情だが、その裏にいる弱者や被害者には誰よりも優しい眼差しを向けるんだ。事件解決後のラストシーン、彼は決して笑わない。眉間にあの深いシワを刻み、やり場のない怒りと悲しみを背負って去っていく。その背中こそが昭和の男の究極のダンディズムなんだ。天地茂は、この役と共に永遠の伝説になったんだぜ。総評。今回は天地茂さんの傑作選を見てきたけど、本当に渋くてかっこいい俳優さんだったのね。悪役もヒーローも、全部大人の色気に変えちゃうなんてすごすぎるわ。ああ、彼のトレードマークだった眉間のシワには、昭和という激動の時代を生きた男たちの苦悩と美学が刻まれていたんだな。54歳という若さで亡くなってしまったのが本当に惜しまれるぜ。本当ね。
もっといろんな役を見てみたかったわ。視聴者の皆さんは、天地茂さんのどの作品が思い出に残っていますか？ぜひコメントで教えてくださいね。昭和ブルースが頭から離れないぜ。この動画が気に入ったら、高評価とチャンネル登録をよろしく頼むぜ。それじゃあ、また次の動画で会おうな。ご視聴ありがとうございました。